飯旅 Season 5今回の飯旅は千歳界隈発見です。それでは早速 Let's get it started 1. Sakai Soup Curry Garaku。 はい、ガラクさんにやってまいりました。 JR 千歳駅から歩いて 7,8 分のところにございます。札幌本店は行列がエグすぎて並ぶ気も失せるんでね、なかなか食べられなくなっちゃいましたね。ってことで千歳ならハードル低いんじゃねって思いきやお昼時満席。待ち客15人ぐらい。週末だったしね、やっぱ観光客が多いイメージですね。でも15分ぐらいで入れたよ。結構広いんだね。久しぶりのガラクさんじゃないですか。そうかも。席案内されてふっと頭上を見ると鹿が店内を見守ってる。ほんまや。注文してからサーブされるまでは意外と早くてびっくり。はい、柔らかチキンレッグ辛さ4番がものの5分で登場。やっぱ王道チキン行きましたか。はい、久しぶりなんでね、チキンレッグでしょ。やっぱスープカレーは。いや、揚げブロッコリーはやっぱ美味しいね。間違いないっす。豚骨、鶏、たっぷりの香味野菜で2日間かけて作られるうまみつらみスープが美味しい。つらみスープ。一口配合した21種類のスパイス、だしとほんのり甘みも感じられてやっぱり美味しいですね。っていうかご飯少なくないこれ。スモールにしたたり。スープカレーって具材が多くてお腹いっぱいになるでしょ。具多いね。ほろほろ柔らかチキンも食べれるし、野菜もいっぱい食べれるし、ベラルーシいいね。ベラルーシ？アレクサンドル・ルカシェンコ大統領の？だって国民に選ばれるし。やばそう。風呂の場所取りしそうな顔だね。本当だ。ヨーロッパ最後の独裁者、 86% 以上の得票率だって。不支持率じゃなくて？それは日本。ドラニキ食べたいな。何それ？ベラルーシの定番料理、じゃがいものパンケーキさ。美味しそうでしょ。 2. Hokue Tonkatsu Aoki。 2010年創業、東京蒲田の大繁盛店。創業以来瞬く間にその名を全国に轟かせた知る人ぞ知るとんかつの名店ね。そうだね、十数年前になりますか。東京に美味しいとんかつがあるという噂を聞いて飛行機飛び乗りましてね、食べに行ったのが青木さんのとんかつ。その時林 SPF ポークとの出会いに感動したのを覚えています。札幌にもできて随分とハードルが下がり嬉しい限りよね。はい、ってことで千歳のお店はお初。カツカレーじゃないのをいただくのは本当に久しぶりですね。青木さん、カツカレーは札幌でもすすきのでも蒲田でもいただいておりますが、ほんとよく食べに出歩いてらっしゃるわ。感心する。そんな褒めないで、照れるから。褒めてない、褒めては。近代では数少ないラード揚げのとんかつがいただけるお店ですからね。ラード揚げ好きもんね。はい、相変わらず分厚いとんかつだ。ご飯も美味しく炊けている。見るだけでも一目でわかる美味しいお米だ。日本の米はすごいね。生姜の効いた優しい味の豚汁もいいですね。キャベツもふんわりこんもり。ソースも柑橘の爽やかさが感じられるいいソースだ。あら、肝心のカツはどないなん？これがね、本当の青木さんを知ってるだけにちょっとびっくりしたんですよね。実はたまたまだと思うんですけど、ちょっといつもと違うぜ青木さんって感じだったんだよね。あら、北海道の店舗は林 SPF ポークじゃないんだよね。道産の SPF ポークってことなんだけど、そのせいなのかな。これは逆にまた食べに来なきゃなと思いました。安心したい。やっぱり青木はすげえやってね。私も行く。林 SPF ポークってすごいのよね。日本中の美味しいとんかつ屋さんって林 SPF ポークのお店が多いの。そうなんだ。油の甘さや柔らかさ、ジューシーさが際立ってるよね。ちょっと別物のとんかつが味わえる青木さん。てかこれ読めないよね。奥さんって思っちゃう。青木って読み方覚えるのに2年かかったよ。さすがは国語で受験落ちそうになっただけある。危ねかった。3. Higoshi Oka Higoshi Chitase Barbecue。 風光明媚な田園風景の中にある名物バーベキュー。コーン畑に囲まれたこんな場所にあるのにすごい人気なんです。ここは公共の交通機関なんてものはありゃしませんからね。走ってるのは農業トラクターだけ。確かに。メニューはバーベキュー、野菜炒め、
ご飯とドリンク系という超シンプルなお店ですが、全国から押し寄せるファンが後を絶ちません。ドリンクは冷蔵庫から勝手にお取りなさいシステム。お会計も自己申告みたいな感じ？このゆるい感じがたまらないよね。この時代に逆行している感がいいですね。ここのバーベキューは鶏肉のみ。ボリュームたっぷり塩コショウするだけというシンプルな味付けなのですが。ウケたよね。前回コロナ真っ盛りの時だったのにさ。はいはい。そこら中でマスク&手の消毒しましょうっていう時にね。おばちゃん素手でチキン持ってきてドンって網に乗っけて焼くんだもん。ワイルドだよ。これがね、炭火で自分好みに焼いた鶏うまいんだよ。想像のだいぶ上行く。そうなの。おばちゃんの塩コショウ噴射が絶妙。真似できない。栄養ドリンクの瓶を改造したオリジナルディスペンサーでスパイラル噴射。神業。私は神業。うまい。ですが煙まみれ汗まみれのド M になるバーベキューですので、くれぐれもおしゃれしていくのはやめた方がいいよね。だ。床はビーチサンダルの鼻緒がもげるほどの粘着性があるので注意が必要です。一つダメにしちまいました B さん。真夏はおよしなさい系ですな。いえいえ、真夏は絶対およしなさい系ですよ。真夏の東千歳バーベキューは砂漠のような暑さなのでご注意を。4. Takadai Manyare 千歳でラーメンならここですかね。11時の開店にはコンスタンチンくんが20人は並んでるかな。すごいですね。それは大変だ。コンスタンチンくんももう大人だよ。こちらのお店、食べログ北海道ベスト10に唯一札幌以外でランクインしている素晴らしいラーメンなんです。北海道らしいラーメンという感じではないけど、間違いなくレベルの高い、むしろ都会的なラーメンが味わえます。超行列店ですが、いっぱいいっぱいのラーメンに愛を感じる、魂を感じる、そんな丁寧さを感じるラーメンですね。わかる。日に何百杯ものラーメンをさばくお店はなかなかいっぱいいっぱいに愛情を、魂を注ぐ仕上がりにはなりづらいんだけどね。美味しかったお店も忙しくなりすぎちゃって味が落ちていくパターン何軒見てきたことか。ねえ、悲しいよね。はい。こちらはそうはならないというこだわりを感じるお店だ。5. ニューヨーク Mamachi Chitose no Yuan 千歳インター降りたら2分でお風呂。道の駅サーモンパークからも車で10分かからないくらいかな。エンさん、千歳はここしか知らないもんね。空港内にもあるんだけど Too expensive for us なので Too ね。 expensive for us 一袋に2600円はないわ。ねえ、サウナが2タイプ、テレビありスタジアムサウナと小さいけどアロマが香る瞑想系の静かなサウナがあるはずだったんだけど、ただいま故障中でした。男湯のはね。女湯は高温と低温の両方健在。水風呂は深さ120センチあって気持ちいいよね。立ちシャワーもサウナの扉のすぐ横にあって便利。きっちりクールダウンできちゃうわ。ね、深い水風呂はいいよね。あと嬉しいのがアディロンダックチェアがこちらにも導入されていました。めっちゃ快適になりましたね。なんですと。女湯はノーアディロン。 No Adiron 露天に2脚と宇宙に4脚だったかな。昔ながらのガーデンチェア。あらま、かわいいちょ。社長、女風呂にもアディロンダックお願いします。でも男湯5脚のうちもうすでに1脚が破壊されておりました。結構壊れんだよね。ピンポンパンポン。アディロンダックチェアは座面が非常に壊れやすくなっております。座るとき、立ち上がるときは全体重が座面にかからないようお気をつけください。アームレストが非常に頑丈にできておりますので、アームレストに手をかけて体重をできるだけ分散してお座りいただくと安全にご利用いただけます。皆様のご協力をお願いいたします。ポンピンポンって何これ。 6. Today's katsu curry. Shinonome Yanagibashi 昭和55年創業、千歳の大繁盛定食屋さん。千歳で絶対寄りたいお店筆頭。はい、
ワクワクするメニューのオンパレードに注文を5分以内に決めるのは困難を極めます。メンチカツ定食が有名なんだけど、メンチより魚系の定食がお気に入りかな。そうだね。私はサクラマスフライがお気に入り。ちょっとサクラマスあげちゃうのってもったいない気するんだけど。ああ、刺身や寿司でもうまいからね、サクラマス。ねえ。他にもイカリンゲやらタラやら鮭フライにチカフライ、カレーの唐揚げもアナゴフライも美味しそうなのよ。肉系もあるし、焼き魚も煮魚もあるんだけど、ほぼほぼ魚系のフライを皆さん食べらっしゃるのね。カツカレーはってもちろん食べましたよ。はい、カツカレー。スプーンがグラスに刺さってる。そうなんです。糸こんちと神保町満点さんだけじゃなかった。スプーンインアグラスオブウォーター。 Spoon in a glass of water. 美味しいですよ。だってカツカレーですから。だけどここでカツカレーっていうのはなんかいささかもったいない気がする。わかる。あたの好きなものだらけだからね。そうなんだ。なのでここでカツカレーを食べたのはこの時だけ。だって毎回違うの食べたくなるんだもん。そりゃそうでしょ。どうですか、千歳に来たら一番食べたいのってここじゃないですかね。迷うけど確かに外せない意見ね。柳橋さん。 7. Saiwai Nama Ramu Mongalu. 千歳にあります大人気ジンギスカン屋さん。こちらのお店動画撮影 NG ということでしたのでさらっとね。ワンドリンク制なのでまずはウーロン茶で乾杯。プラス1人300円野菜料金が加算されます。極上ラムって方が肩ロースで生ラムって方がショルダーだね。イエス。対象が2オーダーで手切り。 Cook to こ order. れは美味しい予感ね、綺麗なピンク色で見るからに生肉。最近はチルドで輸入されてるから美味しいお肉が食べられるよね。柔らか、臭みもなくてみずみずしいっていうのかな。生ラム初めて食べる人や苦手な人でも食べやすいんじゃないかい。はい、いいお肉っていうのは何もつけずに食べたくなるじゃん。はいはい。塩で食べたくなる生ラムですね。これはおいちゃん的には生ラムの方が好みだったかな。こんなに美味しいショルダーは初めてだ。旨味が噛むごとに口に広がる感じ。わかる。これはなかなかポイント高いジンギスカン。安くはないが十分美味しいね。はい。 8. Hokuyo Pizzeria da Haru. 非凡な美味しいピザ屋さんが千歳にあるんです。正直ピザってちょっと分かりづらいじゃないですか。ねえ、最近どこもかしこも au ソフトバンク美味しいのを出してくれるからね。そうなんだよ。最近はどこでも本格的な美味しいピザいただけるからね。でもここのは食感が一味違うんです。ハード系中華。イタリアンでしょピザは。中華料理にはこういうのないでしょ。その中華じゃないね。フランスパンのようなしっかりパリッと焼き上がったアウトサイドともっちりしたインサイドのバランスがいいんだよね。そうなの。なんでもとっても硬いのが好きなグリーンにとってはボーノなピザなのです。そしてデザートピザがあるのも嬉しいね。美味しかったね。こんなにスイーツとしても美味しいなんて知らなかった。昔おいちゃんイタリアンやってた時も人気だったんだよ、チョコレートピザは。そんなことまでやってたの？チョコレートピザ屋じゃないよ、イタリアンだよ。結構人気のお店だったんだぞ。他には何が人気だったの？角煮納豆スパゲッティとかきんぴらポテトのピザとか。あれ？それって親父の小言で前話してた足臭い常連さん来る店じゃない？あれ？そうだけど話したっけ？した。でも角煮納豆とか全然イタリアンじゃないよね、それ。まあそうだね。ジャパニーズイタリアンって感じかな。じゃあジャパタリアン。オバタリアンみたいに言うな。Jikano Meshitabiwa Gachi Day Mata Tabathai Tomoko Mai Kaiwai Death O Tano Shimi Ni See you soon. やっぱりこの資本主義の世界っていうのには限界があるんだろうね。お金が絡んでくる以上絶対にまたドロドロとそっか。利権とか儲けたい人たちが権力者がもう儲けるためなら手段を選ばないっていう思考の人たちが儲かっていっちゃうんだよ。
某高校のバスケットボール部と似たところがある。まあこれは日本の政府にも似たところがある。すごい素材の名プレーヤー、中学校で有名だった選手たちが名門校だから集まるんだけど、どんだけ強いチームになるのよって思うんだけど、気がついたら2年生になったぐらいになると全員その名選手たちはいなくなってんだよ。なんでって聞いたら、先輩のいびりが半端ねえって。要するに PL 学園と一緒だよね。この間の高校みたいな。そう、1年生でスタメンに選ばれるような名プレーヤーは先輩たちが出れなくなるからいじめられて潰されちゃうっていう話で。いやアホだよね。くだらないよね。ろくな大人になってないんだろうし、そういう人たちって、社会でも、そういうやつがでも生き残る社会になっちゃってるっていうことなんですよね。その名プレイヤーたちはそんな汚い手使わなくても自分のプレーで魅了できるって思ってるから、そんな姑息な手段は使わないわけですよ。そうするとされるんですよ、下手したらね。そうだね。政治家なんか、政治の世界とはここでは本当にそうなっちゃうね。これはまあ商売のやり方でもさ、真面目にね、コツコツとお客さんに喜んでもらえるものを感謝しながら売ってる商売っていうのは、実はそんなに儲かんなかったりするんだよね。そうだね。ありがたいことで、すごくうちらが尊敬するタイプのお店の人たちっていうのは、まあそんなに儲かってなくて派手な生活もできてるわけじゃないけど、毎日毎日美味しいものを良心的な価格で提供してくれて、そうもうちょっと上手に商売する人たちっていうのは、例えばどこどこ会社の昼飯を提携しましたと、あるいは宴会や会合、広告費を使って営業を使ってとか、大口の宴会を受けたりとかね、企業の宴会を受けるとやっぱすごいんだよね、売り上げがボーンいくから。でも全然つまんなくて、おいちゃんは嫌いだったけど、そういう商売でもそういう契約を取った方が楽に儲かるわけだ。そういうのばっかりを取っていって、そうするとその企業との癒着みたいなのが、構造みたいなのが出来上がってくるわけだよね。その契約を切られたら、そのレストランは経営成り立たなくなっちゃうもんだから、要するに顎で使われて言いなりになっていくみたいな、つまらん商売じゃな。そうなんですそういうところの方が成長していくっていうのは分かってるんですよ。ただそれをやりたい人がやりたく、それは社長とか経営側の理念によると思うんだけど、でも事業体が大きくなってくるとね、成長させなきゃいけないから、どうしてもそっちの方向に寄ってっちゃうよっていうのが資本主義社会なんで、なんでこんな話してんのね。物々交換ぐらいがちょうどいいんだよね。お金がなくっても、要するに電気が全部止まってね、もう自給自足、畑で自分食べれるものを作んなきゃいけないような風になったとするわ。そしたらそんなね、自分たちだけが食べれればいいってわけじゃない。そう、その畑でじゃがいもを作ってる人からじゃがいもを欲しいから、何か代わりにあげれるものを作らなきゃって。私たちには畑がないから、じゃあ何をしようっていうね、農作業を手伝わしてもらうとかね、そういう風にしかならないからね。じゃあ川の水をちょっとお湯にしてお風呂を炊いて、みんなに入ってもらおう、その代わりじゃがいもを1個くださいねとか、っていう風のでこう成り立っていくと、持ちつ持たれつのいい社会が出来上がっていくんじゃないかなっていう。そうだったはずなのに。それが最初スタートになれば、日本人っていうのはね、本当にみんな協力し合って、いいコミュニティっていうか、そうだね、持ちつ持たれつで生活していけるようになるんじゃないかなって。小ずるいやつが来て、そのね、農家のじゃがいもを略奪してったりとかっていうのを買い占めちゃったりとかってことがあるかもしれないけど、そういうやつは村八分でね、そいつからの芋はもう誰も買わないよね、干される、生きていけなくなっちゃうからね、そういう地球になるといいですね。すいませんお家が分かんなくなっちゃって不支持率じゃなくて、それは日本不支持率って言いづらいね。すげえ言いづらいね、びっくりした不支持率不支持率
不支持率。不支持率。瞬く間にその名を全国に通らされてひどいね。おかしいな。真夏の東千歳バーベキューは砂漠のような暑さ覚悟でどうぞ。リハーサル終わりです。